で、もし止まらなくて、円安進んだら、ビッグマックいくらになるかなって言ったら1000円みたいな予測 AI 出してきたよ。怖っ。はいどうも、占い師の水森太陽です。今日も元気ですというわけで、今日は4月4週目の占いと時事会です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。というわけでございまして、4月ももう間もなく終わろうとしておりますけれども。ね、いやけど、来週が予言会でしょ？そうなんですよ。5週あるんだよね、4月ね。そう30日しかないのに。珍しい。先週もしかしたらちょっと来週予言会ですって言っちゃったかもしれないんですけど、すいません。4月30日が木曜日だったので、なので来週予言会をはい、やらせていただきたいと思いますので、今週はいつもの占いと時事やっていければと思いますが、よろしいでしょうか？全然大丈夫です。はい、ありがとうございます。というわけでございまして、本日収録日が4月の21日でございます。はい、問題なければ4月23日の木曜日にアップされていると思います。今週も4つのジャンルに分けてニュースをお届けしていきたいと思います。さあ、ではまずは今週のエンタメスポーツでございます。こちら今回は4本ご用意させていただきました。まず1本目はですね、これ驚きのニュースでございましたね。りくりゅう、三浦璃来、木原龍一ペアが現役引退を表明。フィギュアスケートのペア、りくりゅうこと三浦璃来選手と木原龍一選手が連名で現役引退を表明しました。2人はこれまでの全てが誇りであり大切な財産ですとコメント。発表のタイミングが園遊会の前だったことも話題となりまして、多くのファンの方から感謝の声が届けられているということでございます。お二人の今後について占っていただければと思います。はい。ね、このオリンピックで話題になった2人ですよね。本当ですね。以前もね、占ってはいただいてるんですけれども、今後っていうことで言うとどんな感じかな？木原さんからいきますか。木原さん。はい、どうでしょうか。木原さんは30くらいから運勢が大運で良くなってるんですよ。最近ですね。そうですね。で、ずっといいよ。なるほど。普通に。だから、コーチやったりいろいろ活躍するんじゃないかな。まあね、やっぱりご活躍されてる方ですから、ね。解説したりとか。一旦落ちるとしたら50代とかの前半だけど、まあまあね、もうその頃はどうなんだろうね。調子悪いのかね。体調とか気をつけてほしいですけど、全然いいと思います。なるほどね。まあそういう意味では本当にね、解説役とかは確かにね、期待したいところですね。だから人生の全般技術アップで、頑張って、そこからだんだん運勢が落ち着くのが30代になってからだから、これくらいだよね。なるほどね。楽しみですね。三浦選手はどうですか？この方は逆に良くなっていくのって、年取ってからなんだよね。若い時が良くて、年取ってからだんだんまた良くなっていくっていう感じで。はい。なるほど。じゃあまさしくね、若い時期の本当にいいタイミングで、金メダルまで獲得されてますからね。そうだね。けど、ここ活躍するんじゃねえかな。37くらいかな。結構、活躍するので、コーチとかやるのかな。なるほどね。その頃解説とか木原さんとはまた別のラインで、その頃になってから。今はね、ちょっと一体引退してという形になりますけども、その後のご活躍も期待したいところですね。そうですね。はい。お疲れ様でしたというところでございますね。はい。さあ、続いては、ちょっとこれはね、また残念なお話でございますけども、ミセスグリーンアップルさん。はい。国立競技場のライブでまたトラブルだと。はい。人気バンド、ミセスグリーンアップルの4月18日に開催された MUFG スタジアム国立競技場のライブで、こちらをめぐりまして、スタジアム設営のスイートルームのお客が公演を妨げる行為をしたということで、運営会社は19日に公式サイトで謝罪しました。昨年7月、横浜の山下ふ頭で行われたライブでの騒音問題に引き続き、大規模ライブにおける運営体制の課題が改めて浮き彫りになった形です。ということでございまして、ミセスグリーンアップルさん、本当にね、人気のバンドではいらっしゃるんですけども。そうですね。前回もちょっとその騒音でね、その時もちょっと占っておりましたけれども、今回のこの時期的なものとしてはどうなんでしょうかね。多分、ミミコさんがハウスとか細かく喋っちゃったから、生まれた時間とか分かりそうなんですよ。あらまあ。番組でね。それで見ていくと、大体分かった。あらまあ。そう。で、今回も火星が悪さしてるかなと思いました。だから、トラブルみたいな。ただ、戦前にこの火星ってなってるような気がするので、土星が去年から入ってるので、去年とちょうど反対の位置で、それが起きてるなっていう感じで、火星の位置はね。だけど、生まれた時間が絞れて楽しかったです。楽しかったです。その、大森さんのね、そう。占い師としてはね、そこら辺ちょっと興味深い。興味深かった。どこでっていう感じで、こういう人なんだっていう感じですけど、ずっと目立ちますね、この人。何年かに一回話題になるような感じで、ずっと目立つんだなって。
春あたりが多いんじゃないですかね、多分ね。なるほどね。まあそういった意味ではね、まあいい意味で本当に目立っていってほしいなと思いますね。ね、なんか話題にこと書かない感じで、だけど時間が多分ネットで出回ってるやつ合ってると思います。あらまあ。もうちょっと先かな。多分53分は過ぎてんじゃないかなと。おやおや。はい。まあまあまあね、なるべくね、トラブルとかなくてご活躍してほしいところでございます。多分ね、月に何かかかるときになんか起きてると思うので、占い師の人はそれチェックしてみてください。わあ、興味深い。けどもう日食の次の日に生まれてるので、しかもそれが MC のあたりで考えてるので、ずっと話題になる人だろうなと思います。はい。なるほど。さあ、ずっと話題というところでございますと、ずっと活動していたところが終わってしまうというお話でございますが、お笑いトリオトンツカタンが解散。14年間の活動に幕でございます。お笑いトリオトンツカタンが約14年間の活動に幕を下ろしました。ラストライブは4月18日にですね、行われまして、その独特のコント世界観で多くのファンに愛されてきた3人ではございましたが、今後はそれぞれの新たな道を歩むことになるわけでございます。今後の運勢とかね、気になるなというところではあるんですけれども。まあ、森本さん有名だよね。ね、タイマン森本とか。みたいな感じで、とか、佐久間さんのノブロックとかでね、出てバズってたりとか、結構する印象がありますけど。注目されてますよね。森本さんどうなんですかね、今後もいいんですかね。仕事はね、ずっと悪くないですよ。30代、40代ずっといいので悪くなくて、プライベートが今年あたりからこうしんどいんじゃないかなとは思いますけど。なるほどね。まあずっとやってきた仲間とね、離れてしまうというのもありますしね。そういった意味でちょっと何かこう、心寂しいところあるかもしれませんね。あるかもしれないね。だからここ4年くらいはバズりやすいタイミングだったと思うんですよ。でもなんか結構出てましたよね。出てらっしゃいましたね。あと有名なのお抹茶さんかな。お抹茶さんね、R1 グランプリでファイナリストになったりとか。そうだよね。お抹茶さん逆にいいっすよ。あらまあ。今年空房だけど、ファイナリストのいいところまで行くんじゃないですか。空房だけど。空房だけど。空房だけどがちょっと心配ではあるけど。まあね。今後皆さんのね、将来にご期待しています。はい。桜田さん見てない。はい。でも桜田さん、まあ、あんまり印象っぽくないんですけど、正直。今年来年は悪くないんですよ。だから、逆に森本さんがこう独り立ちしてきそうじゃん。まあ、逆に解散することで仕事増えんじゃないかな。今年来年はちょっと逆にいいような気はしますけどね。なるほどね。まあね、森本さんとしてはね、解散したくないっていう。本当。はい、ずっと思ってたんですけども、これで2人がもっともっとやりたいことがあるんだったら、むしろ離れた方がお互いの幸せになるんじゃないかっていう、なるほどね。解散を決められたと。なんか、二人がちょっと頑張れそうな時期には入ってる。なるほどね。まあせっかくね、きちんと解散決めて、ラストライブもね、多くの方からね、応援されてというところでしたから、それぞれご活躍してほしいですね。はい、さあ、エンタメスポーツラストでございますけども、まあこれは本当残念なお話でございます。タレント、長州小力さん、免許切れてた。切れてないですよ。切れてたんですよ。もう切れさせちゃったら大したもんだったんですよ、本当に。無免許運転の疑いで書類送検でございます。モノマネタレントの長州小力さんが、免許証の有効期限が切れた状態で運転し、しかも赤信号を無視したと。いうことで、警視庁から書類送検ということでございまして、モノマネ元にあたります、長州力さんに連絡したそうでございまして、YouTube でこの件について長州力さんが言及してまして、本人には、人身事故じゃなくてよかったけど、網走に行ってこいこらと伝えたそうでございます。はい。長州小力さん、どんなもんでございますかという。まあ、2月5日生まれなんですよ。2月5日だと占い師的には立春の前後でしょ。だから、年運も月運も変わっちゃうかもしれないっていう石破さんと同じで、分かりにくい人なんですけど、今回のこの事件をきっかけに、おそらく、2月5日の2時20分は回ってるなと。なるほど。はい。超えてるんじゃないかと。虎月だろうなというのは分かりました。なるほどね。で、まあ、今年来年最悪じゃないでしょうか。笑い事じゃないんですよね。で、多分夜の7時くらいからか、5時から7時の間かとか、そんなことを勝手に推理しながら、見てましたけど、多分28年の後半からまた結構ね、仕事増えるんじゃないですかね。あ、なるほど。今年これからちょっとしんどそうだなっていうのは思いましたね。なるほどね。まあじゃあそこはちょっと反省と言いますか。一回ちょっとまあ、時間があって、今年の中だったら年末くらいになると、ちょっとまた仕事増えるんじゃないですかね。なるほどね。急いでいただいてっていう感じですかね。ですね。しっかり急いでいただきましょう。というわけでございまして、以上4つのニュースお届けいたしました。さ
さあ、続きましては今週の政治経済でございます。政治経済大きく分けて3つのニュースをお届けしたいと思います。まずはですね、先週もちょっとお話ありましたけども、NATO 大使が、はい、いよいよやってまいりました。NATO 大使30カ国が異例の訪日でございます。はい。約30カ国の NATO 加盟国大使が日本を訪問いたしました。アメリカ、NATO の関係の緊張を背景に、日米同盟のあり方を視察する異例の訪問で、茂木外相との防衛産業連携について意見交換が行われたということでございます。そしてこれに続きまして、日本と EU が防衛産業協力で共同声明を出したということで、ベルギーでですね、防衛産業協力の拡大に向けた共同声明を発表し、西側諸国との安全保障連携がさらに加速しているということでございまして、まあなかなかちょっと移り変わる世界情勢の中の大きいニュースかなと思うんですけども、こちらいかがでしょうか？いや、なんか難しいよなぁと思って見てますけどね。武器売れるようにしていくんでしょ？まあそうですね。はい。もう一つ。承認再開っていうことでしょ？財閥系が。いや、どうなんですかね。私わかりませんけれども。まあこの後のニュースとしてですね、もう一個がですね、日本が武器輸出規制の5類型を撤廃と。はい。護衛艦ですとかミサイルですとか、そういったものの輸出も、まあ一応条件付きであるんですけれども、可能になると。いうことで、まあ当然ね、平和主義の理念との整合性が問われるというところもありつつも、同志国への安全保障の支援や国内の防衛産業の強化を目指すということなんですけどもね。複雑ですね。だからね、NATO からするとアメリカが離れちゃうんだったらお金とか武器とか必要になるから、お金持ってって武器作れる日本さんお願いしますっていうことなのかな。まあ、そういうふうにも見えなくはないですよね。やっぱり NATO の方ってロシアとね、緊張関係あるじゃないですか。どうしても今そういう状況にあります。で、こっち側をじゃあ日本でやってほしいみたいなことなのかな。まあ、そう言われ大陸を挟んでね、東と西でっていう。まあね、そう言われましてもというところではありますよね。なんかまあ、ね、僕は心配ですよ。敵国条項、先週も言いましたけど、私文化してるって言うんですけど、まあなんかこう、時代遅れだよね、みたいなニュアンスですよ。英文で言えば。気をつけてねっていうふうには見てますけど、いよいよなんか緊張感が出てきましたね。武器作ってるところ、攻撃されても仕方ないですからね。まあ、そういうふうな見方は当然出てきますよね。いや、まあまあ、国民もそれ踏まえてると思います。どうなんでしょうかね。ちゃんとよく理解してると思いますよ。日本人賢いからね。そうなんですかね。私もちょっと分かりかねる部分たくさんありますけれども、そんな中でですね、高市首相がですね、東南アジアの方に約1兆6000億円のエネルギー支援を。これはだから、ナクサとかじゃないけど、貿易系で止まっちゃうからでしょ？そうですね。やっぱり中東情勢の影響で、どうしてもここ止まってしまうからというところで、原油備蓄の拡大ですとか、エネルギー源の多様化を柱とするパワーアジア。これを動かすってことなんですね。で、さらに5月からは医療用の手袋5000万枚の備蓄放出の表明ということで、一気にこの緊急供給ですとか、供給リスクの対応が進んでるような。まあ、やれることはやってる感じするけどね。ほら、高市さんに対して、僕は敵でも味方でもないというか、中立を保とうとすると、どっちからも攻撃飛んでくるんですよ。コメントとかでたまに。うちは占いしてるだけですよっていう話はね、そうなんですよ。ずっと言ってるんですけどね。いや、個人的には何言ってんだかとか思う時もあるんだけど、だからといって頑張ってないとは思ってないからね。だから、目詰まりっていい言い方ですねと。けど現場で起きてるのはそういうことではないよねとか。そうですね。難しいよね。パニックを起こしたくないっていう意図で、そういう言い方をされてるんだ、日本語って便利だなとか、実際にはけどこんな感じだから、備えておかなくちゃいけないなとか、難しいですよね。やっぱり大変だっていうのは先週もね、ありましたから、なかなかね、そこら辺難しいところだなというふうには思いますけどね。これ自体は別に、東南アジア支援した方がいいと思いますよ。高市さん、とにかく体調が心配だなと思います。今の時期ね。なるほどね。夏まで行くと、みんなを煽るような役割として活躍しそうなんだけど、体調不良でちょっとお休みされた方が本当はいいような気はするんだけどね。もちろんね、体調不良にならないでいただきたいなというふうな。そうですね。元気でやってほしいですね。思うんですけどね。というわけでございまして、今週の政治経済3本でございました。
さあ、続きましては国際情勢でございます。国際情勢もですね、いろいろ動いているわけでございますけれども、まずはやはりイラン情勢。イスラエル、レバノン停戦合意も脆弱。ホルムズ海峡は再封鎖へということでございまして、トランプ大統領が仲介したイスラエルとレバノンの10日間停戦が4月17日に発効しましたが、イスラエル軍の砲撃が続くなど非常に脆弱な状態です。また、イランはアメリカとの再協議を拒否し、アメリカの海上封鎖を受けてホルムズ海峡を再封鎖、中東情勢依然として緊迫した状況が続いているということでございまして、なかなかね、どうしても私、4月、ぬか喜びというキーワードがありましたけれども、これちょっと、一旦止まったもののというような感じがどうしても。難しいよね。もうすでに、けど別に、ここで止まったとしてたよ。肥料とかはもう少なくなっちゃうわけじゃないですか。なんで、年末くらいに物価高みたいな感じで、数ヶ月、夏から秋にかけて、だんだん大きくなってきて、止まったとしても。停戦が続いたとしてもですね。だけど、ちょっと価格に転嫁されたりとかはあるんだろうなとは思いますよ。で、止まらなかったとしたら結構えぐい話だよね。今よりももっとってことですからね。そう。で、もし止まらなくて、円安進んだら、ビッグマックいくらになるかなって言ったら1000円みたいな予測 AI 出してきたよ。怖っ。ビッグマック1000円だから、いろいろちゃんと俊敏に動けるようにしといた方が僕はいいと思いますよ。そうですね。どうしてもエネルギーの問題というのはね、どうしてもはらんでしまいますからね。AI が言うことだから。で、AI 嘘も言うし。ハルシネーション的なね、ありますけどもね。どうなんでしょうかね。なるほどなとは思いますけどね。そういえばコメント欄の方に。来てました。クシュナーさんを占ってくれっていうのがあって、クシュナーさん。そう。クシュナーさんってトランプさんのそう。娘婿さんでしたっけ？そう。だから、あれだよね。パキスタンの仲介で、イランと交渉をバンさんがしてたよね。で、物別れに終わったりとかなんかあった時に、バンさんが用意してたことを途中で、横やりを入れてたみたいな噂もある人だよね。なかなかちょっとそう聞くと結構重要な人物だな。重要。ネタニヤフさんとも仲良しで。だけど俺ね、これね、占うのがさ、ちょっと、なんだろうな。ほら、炎上したくないからさ。なかなかね、そういう。玉川さんが炎上してたでしょ？この人って何々人ですよねみたいな。あれね、謝罪もされてらっしゃいましたけど。そう、だからそれってさ、ね、古くは僕が中学生の頃だから、マルコ・ポーロ事件とか、雑誌のなんかありましたけど、多分まだありそうな気がするから、どうなんだろうなと。うちは、どっちがどうとかないですから、ね。そう、人種差別化はしません。はい。で、そういう前提だけど、確かに、この戦争に大きい影響を与えてますよね。この人の運は別に悪くないです。悪くないんだ。けど、今年、奥様との緊張関係はあるかな。ただ、奥さんとの相性もそんなには悪くないから、今年ちょっと緊張感あるなっていう感じがします。だから、奥様って言ったら娘さんだよね。ってことはってことですよね。そうだよね。難しいところで。不動産屋の方ですよね。もともとね、お父さんとか。なるほどね。トランプさんも不動産屋だからっていうことで、一番はね、復興みたいなことでね、稼げたりするのかななんていうふうには思いますけど、運勢しばらくいいですよ。しばらくいいってことはどうなんですかね。どうなんでしょうね、とは、思いました。だけど、そのお父さんの、義理のお父さんのトランプさんとは、ちょっとバチバチするところもありそうだなっていう感じなんで、なんとも言えないなと。そうすると、トランプさんも何かしら、思うところはあるのか。あるんじゃないかなと。今年空母ですからね。なるほどね。なんだろうね。キーマンなんだろうなとは思いました。で、この人の運勢が一旦落ちるとしたら、29年とかなんで、トランプさんと共に、やっぱり影の大統領なんつって。ピーター・テール。そう、ピーター・ティールの運勢が切れるあたりと被るなーってはちょっと思いましたけどね。一瞬落ちるみたいな。なるほどね。そのトランプさんと共に一回退場かなっていう気はしますけどね。その後また強いですよ。なるほどね。いや、ちょっと、超注目人物ですね。そうですね。ここ数年ね、ぐちゃぐちゃだから、関わってんだなとは思いました。なるほど。わかりました。大変な。占っただけです。占っただけですよね。はい。いいとか悪いとか言ってないです。何にも言ってないです。コメント欄で書いてくださった方、こんな感じでございます。ご理解ください。そんな風に、イラン情勢も大変だなという中でですね、日本もですね、安穏とはやはりしてられないわけでございます。中国が東シナ海で新たな構造物を設置。外務省が20日、東シナ海の日中中間線付近で中国による新たな構造物設置の動きを確認したとして、中国側に抗議をしました。中国はこの海域ですでに23基の構造物を設置しており、日本は
境界未確定のまま一方的な開発が続く状況に強く懸念を示している。ね、イランのことで物価も大変だし、エネルギーも大変だって言ってる中で、こういうことも気にしなきゃいけないと。そうだね。尖閣有事とか沖縄有事とかなんなきゃいいですけどね。そういうことが起きないでほしいんですけどね。台湾有事っていう前に日本有事大丈夫かとは思いますけどね。いや、日本で起きちゃったら、ね、本当ね、どうなんですかね。あんまりそういうことは起きないでほしいんですけどね。けど、まあ、保守的に言うと、天王星が26日かに双子座に入ってくるでしょ。で、そのあたりで、ちょうど米ドルに対して火星かなが刺激を与えて、火星ってまあ、2年に1回コンジャクションになってますから。ああ、なるほどね。それで言ったら、そんな大したことないだろうっていうのもあるかもしれないんですけど、まあまあ、それも刺激を与えてるっていうのと、あと、中国の建国図の太陽にも23日くらいから火星がオポジションになってますので、まあまあ気をつけてほしいよね。何が、まあこの4月末から6月の頭、土星が今度は来るんですよ。お羊座のその位置に土星が来るのが5月末から6月の頭ら辺なんで、こっからの流れがやっぱり僕は気になってますね。緊張関係がずっと続いているなというふうには思いますけれどもね、うまいところ落ち着いてほしいなとは思うんですけどね。ね、アメリカ、中国に挟まれてますからね、日本はね。さあ、まあそんな緊張状態の中で、まあこんなニュースも取り込んできております。トランプ大統領、UFO、UAP 関連の政府機密文書を公開するよう指示。面白いよね。面白いね。急にこんなニュースです。トランプ大統領、アメリカトランプ大統領が UFO や未確認空中現象、これを UAP、これに関する政府の機密文書を公開するように国防総省などに指示をしたと。興味深い文書を多数発見したと述べているそうで、公開が近いことを示唆。予測市場では宇宙人の実在をめぐる掛け率が急上昇。ブックメーカーとかああいうやつですよね。ということで世界的な注目をこちら集めてる。まあ戦争だなんだって大変なんですけどね。ちょっとそういう意味ではまあほっとするじゃないですけども。ほっとはしないけど。ほっとはしないですけど、なんか面白いニュースですね。そうだね。昔から言うことが言われてますよね。ありますね。ヤオイさんとかわかる？あ、もちろん。具体的に。ムーとかさ。ベントラー。そう。すべては宇宙人の仕業だったんだよ。なんだって。ねえ、懐かしいよね。懐かしいですね。昔から言われてて、まあ、宇宙人かもしれないし、未来人かもしれないし、パラレルワールドかもしれないし。異世界人。ね、本当に。面白いよね。で、ディスクロージャーデーが、そうだ、チャズさんとね、開示の時みたいな感じの動画、占いと都市伝説で上がったんですけど、あれが夏だよね。そうですね。6月とかだったかな。で、7月8日に、全部開示していくんでしょ？そうらしいですね。ね。だから、迫ってるなっていう感じはしますよね。ちょっとワクワクしますけど、オカルト少年だった過去がある身としては。いや、僕もオカルトは大好き。本当ですね。まあ、だからこそ占いやってるみたいなとこもちょっとありますからね。小学校1年生の時にノストラダムスの大予言を読みながら書いてることだったかな。すごいな。現象で、現象で、現象そういう子だったから、これ。もうなんかすごいな。昔から水森さんだったんだな。昔から水森です。ちょっとどうなるのかね。興味深いですね。これが何か、まあ何に影響をどう及ぼすかわかんないんですけどね。まあ、UFO ね、あるんかな。ちょっと楽しみだけどね。エリア51って。だから、風の時代に入るのが、だから4月26日から今週からでしょ？そうですよ。今週末にはですね、もう天王星が朝とか入ってくるのね。だから、その辺からですよね。なんか楽しみです。というわけでございまして、今週の国際情勢3本でございました。さあ、ラストは今週のエクストラのコーナーなんですけどもね、今回ね、エクストラが多いんですよね。まあ、大体4月5月に、ほら、AI とかね。そっか、新しいね、情報っていうのは結構出てきますからね。はい。ということで、本当にね、そのですね、まあ今、やっぱり注目のところも含めて5つニュースの方をですね、お届けしたいと思いますけども、まず1つ目はチャット GPT でございます。オープン AI がアップデート情報を続々リリースしておりまして、開発中の次世代 AI モデル GPT5.5、通称 SPAT。これのリリースが4月中旬から5月ということで、もう間もなくなんじゃないかというお話が出ておりまして、これがマルチモーダル、テキスト生成以上にすごい機能を備えてるんじゃないかということで、今注目を集めてますし、で、さらに先週紹介したクロードミダス、あったじゃないですか。これに対抗する形で、サイバーセキュリティ分野に特化した GPT5.4 サイバーというのをこれ一部の企業や組織に限定公開。で、さらに AI によるプログラミングツールのコーデックス。こ
これも大規模アップデートをするということで、めちゃめちゃ今力入れてると。まあ、バチバチだよね。だからアンソロピックがすごい勢いだからさ、はいはいはい、そこに追いつこうとしてるんだろうなっていうの。もしかしたら 5.5 だか6だかもう出てるかもしれないよね。これアップした頃にはね。まあ、そうかもしれないですね。で、26日が、ね、天王星の移動でしょ。風の時代入ってきますよ。いや、本当ですね。アンソロピックだって、オーパス 4.7、新しいのやつ出して、動かしてみました？セレーネのアカウントで。まだそこまでは触ってないんですけど、相当すごいらしいですもんね。まあ、賢くはなってますね。やっぱり。そうなんですね。いろんなことできるようになってて。はい。で、あと、クロードデザインとか、ビデオユーズとか、新しいのどんどん出してるんですだから、ホームページ作成とか、いや仕事でやってる人どうなっちゃうんだろうね。だって動画編集自動化でしょ？もう僕ね、わかんないですけどね、逆にこの喋りがメインになっちゃうかもしれない。楽に編集できたら、確かに。そうしたらね、皆さんにどんどん動画をお届けできるかも。そうだよね。けど字幕難しいよね、結局ね。字幕はね、やっぱりね、海外でやっぱり展開してるだけあって、日本はちょっとまだ追いついてないなっていうのは僕の印象としては。しかもこれ占いでしょ？そう。専門用語。ね。市中水明未だにちゃんと変換できないですもん。そうだよね。厳しいかなっていうところあります。そうなんだよね。一応ね、そのアモディさんはこれだけやっぱりリリースしてるだけあって、これから1年から5年の間に、もうホワイトカラー色の 50% が消えて、失業率が 10% から 20% に上がるんじゃないかって結構してるって。まあ、行き過ぎだと思って、ギャンル感っていう人も、批判はしてますよ。そうですよね。さすがにちょっとねっていう気はしますけどね。まあ、ギャンル感はどっちかっていうと楽観論者だから、ね、ディープラーニングとか、こういうやつの父みたいな人の一人ですよね。で、けど、そうは言っても多分、25から 50% くらいのお仕事に影響があるっぽいんですよ。まあ、そうですよね。だから配置転換とか、もう出てきてますよね。みずほだったりとか、パナソニックだったりとか、あちこちでなんかそういうね、早期退職だったり、配置転換だったりっていうのは始まってますんで、まあ、普通にもう巻き込まれていくだろうなとは思いますよ。数年前にね、Google がね、コールセンターの人4000人切ったっていう話はもう出てましたからね。そう。あと、新卒採用を見合わせる企業が増えてるでしょ？そうですよね。だから、ホワイトカラーの人は、今やってる仕事が変わったりとか、クビになることはないかもしれないけど、まあ、ちょっと影響出てくるよっていうのは、ちゃんといろいろニュース見といた方がいいと思いますし、まあ今週末から加速しますんで、はい。そうなんですよね。まあ今話した Google もね、アップデートね、どんどん進めてて、Gemini in Chrome、これ海外では展開したんですけど、日本でも使えるようになりましたし、あと、いわゆるその、個人個人に合わせた機能、パーソナルインテリジェンスと呼ばれる、強化されたパーソナライズ機能も、これ実装されてくると。で、さらに、音声生成 AI、ね、ジェミニ 3.1 フラッシュ TTS です。こんなん出てくるっていう話ですからね。だから、声優さんどうするんですか？音声生成ですか？まだまだ、そんな AI には負けませんよ、じゃないけど。イントネーションのところとかね。そうですね。そこら辺とか、やっぱりちょっと、腹落ちする感じの声っていうのがまだないなっていう。そうだよね。だから、あれだけど、自動動画とかどんどん増えてきちゃうよね、これでね。そうなんですよね。逆にその音声じゃないと、なんか耳馴染みがないみたいな時代になってきちゃったら怖いなっていう。ゆっくり解説みたいなのにみんな慣れてるから。人間の会話がちゃんとね。そうだね。そこはまあ、革命的な感じはしますね。あれでしょ？俺もジェミニがくっつくと便利なのって YouTube とかの要約とか。そうですね。そう。ちゃんと見てね、最後まで。本当に。要約とかで済まさないでね。ちゃんと喋ってる様子、結構ね、ちゃんと喋ってますからね。本当に。はい。ちゃんと見てください。はい。まあ、今ちょっと海外のニュースばっかりだったんですけど、富士通も頑張ってるっていう話ですよね。アメリカ、中国に並ぶ AI の第3極を狙うということで、アメリカや中国に依存しない自国産の AI 基盤として、ソブリン AI、この戦略を加速させるということで、先週もね、お届けしたラピダスとの連携した1.4ナノ NPU の2026年製造ですとか、2ナノ CPU モナカの、これを2027年の実用化も視野に入れて、防衛ですとか、インフラですとか、そういったところでの AI の第3極を狙っていくと。もともと K とか作ってたでしょ？そうですよね。だから、まあ、国家プロジェクトみたいなもんだよね。まあそうですよね。あんまりね、ずっとアメリカのやつばっかり使ってたら、やっぱり、まあ言っちゃなんですけど、情報大丈夫かってなっちゃいますもんね。大丈夫じゃないんじゃないかなと思いますけどね。これはだって水森さんもずっとね、言ってますもんね。大丈夫じゃないと思うけどな。まあ、Windows とか Chrome みたいな感覚でいるんでしょ？多分。まあそうですね。もうちょっと、名探偵コナン君が各PC に入るよみたいな感じかな。それだとなんかワクワクしちゃうから。そうか。だから推理されちゃうよっていう。
まあそういうことですよね。だから。プロファイリングは国民全部されていいっていうんだったらいいんじゃないですか。こいつはこういう思想でこういうことしそうだっていう、全部その人の行動が予測されてもいいんだったら。その方がサービスを利用しやすくなって楽かもしれないですね。ね。そういう時代が迫ってるなぁと。もう丸裸もうね、こいつ何考えてるか全部分かっちゃう。そうなってくるとなんか、この間の監視社会みたいな話もなんかね。まあ、なってっちゃうよなぁと思いますけどね。どうなんでしょうかね。だから、まあ、国産で、止めようっていうか、なんか、ね、日本政府に逃げられてた方がいいかもしれないから、富士通頑張れって感じですかね。まあ、そうですね。まあ、そうどこかどう握るかっていうのもね、あれですけどもね。まあね、とはいえ、ちょっと頑張ってほしいなというところでございますね。さあ、ここまで AI のニュース4本だったんですけども、ちょっとラストは AI ではないニュースなんですよね。大西洋の重要な海流循環システムというのがございまして、これが想定よりも崩壊に近い状態にある。これが崩壊してしまうと、欧州、ヨーロッパの方の、極寒化、めっちゃ寒くなっちゃう。で、アメリカ東海岸の海面上昇。で、アフリカの深刻な干ばつ。もう地球規模の気候への壊滅的な影響が懸念されているということでございまして、これどうなんですかね。これね、別に AI 関係ないって言ってたでしょ。問題はデータセンターとかのデータ冷やさなくちゃいけないから。そうか。そう。冷やさなくだから別に AI 関係あるんだよ、これ。そうなんですね。いや、なんか、僕最初見たとき、全然なんか AI 関係ないなって思っちゃいました。全然、がっつり関係あって、これからさらに増やすでしょっていうどうなっちゃうんだろうね。怖い怖い。通称 AMOC っていうらしいんですけども、本当にこれまでの予測よりもかなり早いペースで読まれてる。人ってやっぱ資本主義やめられないんだろうね。そうなんですかね。猿ってさ、報酬系って言って、栄転神経を刺激する。要はドーパミンとか、要は覚醒剤取ってるような状態のところに電気刺激をするっていうボタンがあったら、ずっと押し続けて死ぬまで押し続けるっていうじゃん。ありますね。なんか人間も似てるで。そんな人間がお猿さんみたいな言い方しないでくださいよ。だけど今回ちゃんと乗り越えられるか大事だよね。ここ数年ちゃんと猿じゃないっていうことを我々は証明できるかどうかっていうね。いや、でも確かにね、人間が人間としてちゃんと進化をできるかどうかっていう、確かにちょっとそこ問われるような時代。そう。だから、昔からさ、俺苦手で、お金って結構報酬系刺激するじゃん。そうですね。だから、いや、俺は現実主義だから、みたいな人とか、いや、金っしょ、みたいな人って、いっぱいいらっしゃるじゃないですか。だから、なんか、恥ずかしくないのかなっては、昔から思ってんだけど、最後はどうなっちゃうんだろうねっていう感じだよね。最後になんないといいなっては思ってます。もうちょっとまともかなって信じてる。もうちょっと。だけど、なんか、ロレックスみたいな人とか。ロレックスはいい時計ですよ。だから大丈夫かなって。そういう人たちのせいで、なんかなっちゃうのは嫌だなって思って見てますけどね。なんか、人間冷静であってほしいなとは思います。冷静であればなんとかなるかなとは思いますけどね。これから本当にね、ASI の時代になる。AI の方がまだまともかもしれないよね。そうかもしれないってちょっと思っちゃいますね。そうなったらね。というわけでございまして、今週ちょっとエクストラニュース盛りだくさんでございましたけども、いろいろ気になるところでございますね。ということでございまして、以上5分でございました。さあ、エンディングでございます。風の時代スタートですよ。本当ですね。この、動画がアップされるのが木曜日。で、その後、金、土、日。もう日曜日にはいよいよ風の時代やってきますけども。これってどうなっちゃうのかなっていうのは今日のニュースだけでもなんとなくちょっと。予測というかなんか感じるでしょ？僕はやっぱり聞いてて感じましたね。だから来てるな。どうせね、なんか偉い先生とか西洋系の人は風の時代がどうのこうのってこの天皇制で言うんでしょ？おっしゃられるんじゃないですか？ね、だけどずっと前から言っている通り、風の時代って呼ばれてたのって、ペストとか流行ったりとか、十字軍とか、あの時代で日本だって原稿来たりとかしてるし、それからタロットカードのソードのカードとか見ていけばわかるけど、剣ですから、ある意味分断とかさ、そういう時代なんですよ。で、ちょっと重たい話だなと思って嫌だなっていう人もいるだろうけど、僕もね、煽りたいわけでもないし、脅したいわけでもないけど、ちゃんと備えておいた方がいいと思うよと。で、備えておいたってダメなんですよ。っていうのは、自分たちが猿じゃないっていうことをちゃんと証明しなくちゃいけなくて、こういう時代とか、破局に近くなる時代っていうのが産業革命の頃だってあったし、原子力出てきた時もあったしっていう、もう一回そういう時代今テストされるような感じにこれから数年になってきますんで、その時、人間でありたいっていうか、報酬系に対してちゃんと冷静に向き合える状態ではありたいよねと。それがないと、知らんけど、
っていう感じだよね。そうですね。やっぱり今人間が人間としてどこまで、地球がね、誕生してから本当にね、長い歴史の中でどういう風な進化なのか、それとも恐竜のように絶滅してしまうのかっていう、なんか、ある意味では分岐点に来てるのかなっていう気すらしてしまいますね。そろそろだよね。だから結局、積極臭くて嫌だね。やめようか。見てる方はね、本当に、今日聞いたこととかも含めてちょっといろいろ感じ取っていただけたら。気をつけてほしいなとは思いますよ。というわけでございまして、引き続きちょっとね、この占いと時事自体はね、まだまだちょっと続けていければと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。今週なんかお知らせございますでしょうか？来週の水曜日、みち先生とウテナ先生が新しく番組やってるから、ゲストでライブ配信来てもらいますと。それから5月5日、男占い師赤裸々祭りと、もう鑑定のチケットは僕の分は売り切れちゃってるんですけど、赤裸々祭りっていうことで公開鑑定があって、それ一ノ瀬さんとやるやつ、見ることができるので、よかったら遊びに来てください。阿佐ヶ谷のサムライアーサさんです。あとは5月24日、日曜日ですかね。加納ココ先生とチャズ先生とまた占いと都市伝説で魔術の話、もうちょっと深いところ、お話ししていただくので、よかったら遊びに来てください。占いとオカルトですかね。オカルトですね。はい。楽しみでございます。で、あとは、この後ですね、このおそらく2日後に、僕がちゃんと編集終われば、占いと都市伝説の最新回。何やったっけ？イラン戦争は AI が引き起こしたっていう内容でやってます。ちゃんとこの26日を見越してやってたんだ。そうなんですよ。だから風の時代と、シンギュラリティと、この戦争とっていうのが一体どうなっていくのかっていう。そうだ、チャズ先生に喋ってもらったんだ。そうです。だから交互ご期待ですよ。ね、本当楽しみにしていただければと思いますので、僕も頑張って編集します。ぜひ見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、引き続き、こちらの占いカウンセリングのチャンネルどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もしよかったなと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、ハイプっていうスーパーいいねみたいなのもあるんで、それもよろしくお願いいたします。それじゃあ最後までご視聴ありがとうございました。またね。